ちは、メイです。パサパサ荒野の街の竹裏に秘密の拡張できる倉庫を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。現在の状況はこれ。とりあえず利便性の塊ですが、おしゃれではないので、初期からあるあの竹の裏に秘密の倉庫を作ります。まずは竹裏に行きやすいように整備します。入り口を隠したいので竹幅は2マスに。縦2マスで入り口作り。これで入り口の土台は完成。横幅2マスで4段掘り下げます。ゴロンでまずは適当に掘ります。じゃがいもハンバーグが効率的でおすすめ。奥行き15マス、高さ8マス、横幅10マスになるように掘ります。入り口側の上を掘りすぎると水が出てくるので注意。じゃがバーグがないと結構歩みが遅くなります。中央の部屋ができました。サイズはこんな感じです。水路を作ります。四角で囲み、真ん中は形を変えます。こんな形になりました。入れ替えモードを使って一番奥の壁をおしゃれ壁上にしていきます。ちなみに今回のモデルは風の谷のナウシカの秘密の部屋ですね。部屋の奥の壁はひし形っぽいので似ているものを採用。両サイドは芝生の床を使います。天井は石の床。映画では暗くてよく見えなかったので適当です。入り口側の壁は漆喰の壁とおしゃれ壁上と真ん中を使います。ZL で固定移動できる方法を伝授していただいたので、建築がかなり楽になりました。一番下は木の柱下を使っています。階段側の側面も忘れずに。中央の出っ張りも石の床。水を後で通すので、コンクリートやレンガだとまとまりが出やすそうだなと思っています。途中経過はこんな感じ。反対側は謎の出っ張りをなぜか残したまま、階段をつけていきます。入り口部分を一旦破壊、竹を背にして入り口にしたい場所にブロックを積み上げ、木の仕切りまっすぐを縦に並べます。さっき壊したところを元に戻し、木の仕切り側を壊します。すると仕切りはあるのに通り抜けられるように。残念ながらリメイクはできません。アイテムの性質を使った小技ですね。一旦竹を塞いでおきます。ツタを作るので一旦すべてを閉じます。いらないところを破壊。竹は戻しておきます。さらに入り口の竹前に何かあるとさらに隠れますね。目を凝らさないと見えないくらいの隠し部屋への入り口ができました。内装の土台を作っていきます。後で直すのですが、この真ん中ブロックいらなかったです。圧迫感がありますからね。端はもう一ブロック積みます。ちょっと遺跡感が出てきましたね。隠し倉庫を作ります。適当に3箇所くらい入り口の穴開け。仮なので適当です。倉庫の部屋は奥行き6マス、横幅4マス、高さ4マスで穴開け。中央の部屋を15マスの奥行きで作ったので、片側3部屋ずつ作れる感じです。面倒になったのでストレス発散。すべての部屋をぶち抜いて、後で壁を作る方式の方が楽ですね。
作業部屋はこのような形で収納を置き、真ん中に作業台を置きます。作業に必要なもの全部入れられますね。作業部屋以外は部屋の両サイドに収納を置きます。額縁を貼ります。入れたいものだけ飾って、必要のある部屋分だけ繰り返します。こんな感じでパンパンになったお部屋は、奥の壁を壊すことでさらに拡張できます。このアイデアは発案者の方がいるので、詳しくは概要欄をご覧ください。在庫をまとめてきました。右の部屋手前が作業部屋。真ん中植物。一番奥がインテリア。左の真ん中ブロック部屋。左の手前が落とし物や化石系。倉庫が終わったので中央の部屋を飾り付けます。部屋全体の壁をツタだらけにしたいので、まずは芝作りから。正面壁は真ん中ツタが短くなるように、山を作る感覚でツタを生やしていきます。両サイドの壁は適当にツタを生やしていきます。こんな感じです。あまりにも最近作られた感があるので、苔土で壁を汚していきます。このブロックは夢島で取れます。いい感じに汚れましたね。両サイド苔だけでも良かったかもしれません。ナウシカの秘密の部屋にするには植物は欠かせません。手に入った植物全部置いてきます。木は針葉樹以外は3マスの高さなので、いろいろと高さを変えると植物の成長スピードが違うように見える気がします。ヤシの木は他の木に比べて葉っぱ感が強いので、わさわさ感が出て好きですね。植木は水を入れると鉢の部分が見えなくなります。光るキノコはコイルで回収してそのまま置くと、ふよふよした光が出て神秘的な雰囲気にはもってこいですね。真ん中の水路になる部分にもいろいろ置いていきます。どこにでも植えられる植物が自由度高くて最高です。綿毛もコイルで回収してきました。ふよふよと揺れるので可愛いですね。各倉庫への入り口付近にはなるべく木を置いて入り口を見にくくしていきます。秘密の入り口を仮に見つけられたとしても倉庫だとバレないように二重で隠していきたいので、植物の研究所のような雰囲気にします。ナウシカのテーブルと椅子を添えて、飾り付けが終わったので最後に水を流します。いろんな障害物があって一筋縄ではいかないので、間を縫うように水を入れていきます。思っている以上に洪水になってしまったので、水の出る場所を変えます。上を閉じて下を開けます。思い描いていたものと違うものができました。
2段目の壁を取り払っていきます。いいなと思うまでやり続けるので、紆余曲折しがちですね。2段目の内側を削除しています。土の部分だけ岩か石にしていきます。ちょっとおかしくなってしまったところを修正。テトの代わりにピカチュウを呼んできました。AV の方が適任だったかもしれません。これで完成です。滝の裏に秘密の部屋、そして倉庫を作り終えました。チャンネル登録とグッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。